70-MY X800 4K フロントカメラのドライブレコーダーになります。こんな形の商品ですね。目玉となるのは360度回る雲台と 4K っていうところですね。優れているところがモーション検知と人物追跡が特徴で、超強暗視機能、夜間でも綺麗に見える。で、内蔵スーパーキャパシタ。内蔵スーパーキャパシタにより高温に強く、より安全、より長寿命。モーション検知と人物追跡。AI による人物モーション検知。雲台による人物追跡。不審者の早期検出と。この雲台っていうのがなかなか珍しい機能だと思いますね。あと嬉しいのが日本語音声コントロール。日本語音声コントロールを特別装備。14の音声コマンドが複数のシーンをカバー。いつでも手ぶらで撮影、回転可能。運転中でも声で認識して操作できるというところですね。360度回転可能雲台。これなかなか珍しい機能だと思います。で、360度視野をカバー。雲台が回転することで視野をカバーってことですね。レンズ位置のカスタマイズに対応。新型のホールセンサ付き雲台。よりスムーズな回転、より安定した追跡を実現っていうところで、800万画素、前後 HDR、広角の146度、LED の信号ランプ対応、ロードストーリー、特殊効果、先進運転支援システム ADAS の採用ですね。24時間駐車セキュリティで、モーション検知と人物追跡撮影が可能ということですね。で、MAX512GB のメモリーが付けれて、内蔵 GPS。こちらはどこにデバイスを取り付けるかっていう感じですね。で、裏面には、通常はこれぐらい夜間は暗いんですけども、暗視性能、そちらによってこれだけ鮮明に撮れるっていうことですね。70-MYのアプリに対応してて、アプリでそれぞれ操作できる。スマホのアプリとドライブレコーダーが通信してやり取りができる。走行の追跡ができるっていうのもいいですね。ドライブレコーダーのアップデートも可能。常にドライブレコーダーが最新で保てるのはいいことですね。動画をすぐ確認したいときにスマホにダウンロードして確認ができる。ドライブレコーダーの設定もアプリから細かく設定できる。駐車監視機能に関してはタイムラプス撮影、モーション検知。はい、開封していきます。まずは本体ですね。こんな感じですね。上にフロントガラスにつける両面テープがついている。ここがメインのモニターですね。ここがカメラですね。結構大きなレンズがついてるカメラです。ここに電源のボタンと操作する上下のボタンがついています。カメラ側のここに穴が開いてるので、ここはスピーカーの穴がついています。70-MYのロゴが入っていまして、反対側に回ると、こちらにはゴムの蓋がついています。外してみますね。蓋を外すと SIM カードスロットが出てきます。ここに端子が2つで、こっちが電源の USB-C 端子ですね。で、こちらがリアカメラからの信号を入力する端子ですね。オリジナルの端子がついています。こちらがマイクの穴がありますね。下面ですね。こちらもスピーカーの穴があります。雲台はここですね。カメラがくるくる回ると。ここから始まってぐるっと一周するっていう感じですね。雲台自体は360度回らないんですけども、カメラの見てる範囲としては360度カバーしてるという感じですね。カパッと開くと結構硬いですね。フロントガラスの傾斜に合わせてこちらを調整する。熱を逃がす排気の穴がありますという感じですね。はい、次にリアカメラになります。リアカメラはフロントカメラに比べて一回り小さいカメラになって
ています。360度回るから後方も確認はできるんですけども、それだけではカバーできないところをリアカメラでカバーする補助的なものになりますね。端子も4ピンの端子がついています。その他のパーツを見ていきます。まずこっちケーブル類ですね。こちらが USB-C のケーブル、タイプ A とタイプ C のケーブルがついています。はい。で、こちらが取り付けをする時の工具です。内張り剥がしがついています。はい。次にもう一つケーブルです。こちらがリアカメラとつなぐケーブルですね。こちらの4ピンですね。向きがありますので、向きに合わせてつなぐっていう感じですね。こうですね。カチッていって。こちらの金属側が、こちらの本体の方ですね。こちらも向きがあるので、向きに合わせてつなぐ。ちょっとだけ入れにくいですけど、入りました。こんな感じでリアカメラとつなぐ。で、もう一つシガーソケット。USB からの電源供給用です。で、先ほどのケーブルとこちらを接続する。シガーソケットに挿すことによって電源がもらえる。USB-C の端子は右側の端子に接続する。こちらはカチッていきますね。これで電源供給ができる。はい。今度はこっちですね。付属品はこんな感じかな。保証書と録画中のステッカー。これが2枚と、フロントガラスにつけるシールの替えですね。1枚付属してます。マイクロ SD カードが1枚ついてますね。これはいいですね。カスタマーサービスカード。日本語で書かれてますね。リアカメラのユーザーズマニュアルがついています。リアカメラの両面テープの替えです。こちらも1枚ついています。ユーザーズマニュアル。これは日本語で書かれてますね。フロントカメラ用のシートが2枚、予備として1枚ついています。リアカメラの静電気防止シートが2枚ついています。こちらも予備が1枚ついています。はい、以上ですね。こちらが駐車監視用の別売りのケーブルで、バッテリーからそれぞれ接続するんですけど、こちらが ACC のアクセサリーからと、こちらが常時電源用のケーブル。で、最後にグランド、アースから取るケーブルの3本があります。こちらはケーブルがそのままなんで加工する必要があります。こちらがユーザーズマニュアルです。こちらに日本語で書かれてます。はい。ということで取り付けていきます。はい。では、フロントカメラをつけていきますけど、どこにつけるかっていうか、これを外してつけるか、こっちを外してつけるかなんですけど、ここにつけましょう。これ一旦外して、ここにつけます。カメラが回転するので干渉しないか確認中。両面テープで取り付けます。ケーブルを外せるように隙間を開けました。カメラレンズを回しても干渉しなさそうです。外からの見た目はこんな感じです。ケーブルをここの上を通して、で、A ピラーを通して、下まで出して、電源があるので、ここの電源から取ろうかなと。リアカメラは、このまま助手席側を通して、後ろまで行って、後ろはボックスの下を通して、バックドアはこの中をケーブルを通して、ここを通してリアカメラまで持っていくっていう感じですね。この辺りはね、各車によって違うので、配線を通していきます。では、A ピラーを外して配線を通していきます。配線が完了したので A ピラーを戻します。取り付け完了。動作確認をしていきます。前回ね、
こちらのドライブレコーダーでアプリを入れてるので、こちらを使いますね。今回はこの回転レンズってやつだな。電源を入れてくださいということで、現在電源が入ってる状態です。デバイスで接続を確認してください。データのセキュリティを確保するためにドライブレコーダーへの接続を承認してください。ドライブレコーダーの電源ボタンをクリックして接続を確認します。ということなので、矢印が出てるんで、この矢印に従って入れると。で、おめでとうございます。ドライブ正常に追加されました。地域は日本を選択。お買い上げありがとうございますっていうことだね。でもめっちゃ綺麗だなこれ。あ、すごい。カメラが動かせるんだ。うわ、すげえ。うわ、こっち側まで見える。うわ、すげえな。ここまで行けるんだ。これ写真撮れるんだ。上下反転？あ、違うわ。リアカメラだ。ちょっと待って、リアカメラ反対だね。反対だったんで、今直してきました。でこれで見ると、アームウェアがダウンロードできるんで、更新しておきます。スマホ経由でアップデートできるのはいいですね。アップグレードを開始しています。電源を切らないでください。再起動が走ってますね。アップデート中。無事にアップデートできました。ここで水平と上下反転が選べるんだね。だから別に物理的に変えなくても大丈夫だっていうことですね。ADAS 機能のキャリブレーションを開始します。キャリブレーション中は車速を40キロ以上に保ってください。それでは映像を見ていきたいと思います。こちらはフロントカメラの映像になります。画像認識をして警告をするのですが、白線を認識しているのがわかります。ライダーに注意してください。前方のバイクを認識して警告を促しています。ライダーに注意してください。ライダーに注意してください。車との距離が表示されています。歩行者に注意してください。前方の自転車に対しても警告が促されています。歩行者に注意してください。歩行者に注意してください。リアカメラの映像になります。ライダーに注意してください。ライダーに注意してください。ライダーに注意してください。次に夜間のフロントカメラ映像になります。明かりの少ない道ではこんな感じです。夜間のリアカメラ映像になります。
音声でカメラコントロールができます。左を向いて、カメラを戻して、右を向いて、左を向いて、日本語に対応しています。ハンズフリーで操作できるのは良いです。前モデルとの違いを確認していきます。プロセッサやビデオ解像度以外にも、レンズ後傾 F1.7、駐車監視 AI 動作検知 2.0、音声コントロール日本語対応、バッテリー、スーパーキャパシタ採用など、前モデルから大幅に機能アップされています。良い点、高性能 4K ドライブレコーダー、4K カメラになったのでクリアで鮮明な映像になっています。暗視性能もバッチリで夜間も綺麗に見えます。気になる点、4K 映像になったことで映像は綺麗になりました。それと引き換えにデータサイズが3倍に膨れ上がります。 128GB のメモリーカードで約6時間のドライブ映像になります。1日3時間走行すると2日分のデータしか残りません。ちょっと物足りない感じがします。最大 512GB まで対応していますので、メモリーカードを買い替えれば30時間分のドライブ映像になります。30時間のドライブ映像が残れば安心です。今回はダッシュカム 4K オムニを取り付けました。ドラレコは何があるかわからないので取り付ける方がいいと思いますが、何を取り付けたらいいかわからない人もいるかと思います。今回の動画が参考になれば幸いです。概要欄に詳細情報がありますので、ぜひチェックしてください。ではまた。